自由度を上げるヒント。障害者の兄弟姉妹、兄弟児である私の経験と兄弟児が楽になるヒントをお伝えします。何かとハードな兄弟児。でもこうだったら私の人生もっと楽で安心だったんじゃないかなと常々思うことがあります。今回は両親に向けてこうしてほしかったという思いをまとめました。障害児、兄弟児をお持ちの親御さんへのお願いって感じかな。最低限これはやってほしい。やってくれないと兄弟児は積む。絞りに絞って5つピックアップしてみました。まずは1つ目。兄弟児ありきのライフプランにするな。もうね、これです。兄弟児がいないと生活が回っていかないようなライフプランにするなって言いたいですね。兄弟児はいないものと思ってほしい。最近は兄弟児には自分の人生を歩んでほしいと思っている若いお父さん、お母さんは増えていると思いますが、残念ながら私の親の世代はそうじゃないんだな。どういうわけか最初から兄弟児を当てにしてます。自分たちに都合の良いように兄弟児が動くって考えてるんですよね。つまりコントロールできるって思ってるんですよ。あなたのご両親はどうでしょうか。間違ってるって思ってないから、こちらもどう返事していいか唖然とすることがあります。反発すると激怒するからとっても厄介。兄弟児だけならまだいいんですけど、兄弟児の配偶者にもそれを求める時もあるので、こちらもヒヤヒヤです。兄の施設は帰省日が多いということをお話ししたことがありますね。母は私の夫にも長期休暇だけ見てくれればいいからと当たり前のように言ってました。私たちの長期休暇はどうなるの？私たちは休まなくてもいいって思ってるの？と困惑しました。ただでさえ兄弟児の結婚問題はシビアなんだから負担がないように考えないのかな。でも兄弟児が結婚問題で悩むっていうことをそもそもあんまり理解していないみたいですよね。あとはなぜか進路は福祉関係に進むって思ってるとか。母を見る限りは被害者意識が強すぎて自分が正しい、間違っているなんて思いたくなかったのかなと推察してます。自分の障害があって障害のある子供もいて少しくらい甘えたかったんでしょうね。本人は無意識でしょうが、私を使って不安を解消したかったと思ってます。母の言うことに同意しなかったので、徐々に自分のやり方は良くなかったことには気づいたみたいですけどね。皆さんも仰天エピソードがあればよかったらコメント欄で教えてください。兄弟児はいないものとして考えてほしい。でもそうも言っていられないのもわかるので、どういう方針にして何をやってほしいのか考えを聞きたい。それを聞いて初めて兄弟児もそれを受け入れられるのか受け入れられないのか考えることができます。できないならそこからまた考えればいいわけです。ですからプランを立てて親から話してほしいです。というか親から言うの当たり前でしょって思う。言わないからいつまで経っても兄弟児は安心できないんですよ。プランを考えず私の母のように一方的に兄弟のことやりなさいだけでは乱暴すぎます。受け入れ先を探せ。さて2つ目。そんなわけなので将来どうやって過ごすのか早めに動いてほしい。うちは両親とも障害者でしたし、兄のことは自分たちでできないと思っていたのと、兄自身が重度障害なこともあって
施設は割と早く入れたのかなとは思います。もちろん養護学校を卒業してから作業所に通っていた時期はありました。これが家にずっといるようだと、親が亡くなった後に兄弟児は本当に大変。施設はかわいそう。家が幸せという考えは幻想です。お金を貯めろ。さて3つ目、障害のある兄弟姉妹のためにお金は貯めておいてほしいですね。うちはせっせとやってました。今も兄は障害年金で暮らしが回っているし、私が何か負担することもないので、そこは良かったとは思うのですが、ただ私には使ってもらえなかった。それはね、結構恨んでますね。エンディングノートを作れ。両親自身のエンディングノートはもちろんなんですが、兄弟が今どんなサービスを利用しているとか、障害年金のこととか、例えば障害者扶養共済制度、障害共済のこととかね、まとめておいてほしいです。障害共済ご存知ですか？保護者が掛け金を納めて、万が一のことがあった時に、障害のある子に毎月2万円の年金が生涯支給されます。2口加入するなら4万円もらえます。これはやっておいた方がいいと思うので、概要欄に URL を貼っておきます。制度を利用していない方はチェックしてみてください。母の入院時のことでした。もう自分でも長くないと思ったんでしょうね。その共済制度に加入していることをいきなり話し出したんですよ。父は当てにならないと思ったのかな。それで私も家探しして資料を見つけました。普段からお知らせなどプリントは大量にありましたけど、どれが何なのかっていうのは理解するまで時間がかかったので、兄弟のことをまとめたノートは欲しかったです。遺言書を作れ。さて最後、5つ目は以前の遺言書の動画でもお話ししましたが、子供たちの誰が何を受け取るのが妥当なのか、ちゃんと考えて残してほしいですよね。特に不動産は厄介だと思うので、これはもう私必須だと思ってます。さて結果はどうだったでしょうか。ライフプラン、これは全くダメですね。受け入れ先、これはやってくれました。お金、これもやってくれましたね。ノート、これはできてない。遺言書、母の相続の時の大変さがあって父に生かしたので、三角としておきます。あなたが安心するために、親御さんにこれだけはやってほしいということはどんなことですか？数にはこだわらず、好きなだけ書いてみましょう。今からでもやってもらえるようならお話ししてみてください。親が亡くなってからでは文句の一つも言えません。今回は以上です。最後までご覧いただきありがとうございました。動画の感想、質問がありましたらコメントいただければ幸いです。チャンネル登録、高評価お待ちしています。それでは次の動画でお会いしましょう。